エルビアン TV エルビアン TV のレイアンとゆです。今日は何の週でしょうか？プライドウィークです。東京レインボープライドといって、毎年代々木公園で行われている、LGBT 当事者とそのアライの方たちが作り上げる、大きなイベントになります。で、プライドウィークっていうのが、その LGBT 当事者の方たちがゴールデンウィークの9日間を虹色に染めるという意味合いも含めて、各々イベントをやったり盛り上げていくという、大きなイベントになっています。今年がコロナの影響で中止されちゃったので、私たちにできることは何かと思いまして、さあ、なんだ私たちができることっていうのは、LGBT にねついてもっとよく知っていただくとか、認知してもらうために何か知識的な動画でもレインボーウィークにね向けてあげれたらいいなと思ったので、LGBTQ プラスセクシャルマイノリティのセクシュアリティについてお話ししていきたいと思います。結構初心に帰る感じだよね。LGBTQ っていうのは意外とね知らないようで、身近にいる存在になっています。私たちも当事者なんですけど、今10人に1人くらいの割合、左利きと同じぐらいの割合でいると言われている総称なんですけど、10人に1人って数字を聞くだけでは多いなっていう風に感じる方いらっしゃると思うんですけど、やっぱりカミングアウトしてないっていう方がほぼなので、そのぐらいの人がいるっていう風に思っていただければと思います。はい、ではレッツスタースタート。ト。エルビアン TV。まず私たちの、改めましてのセクシュアリティの自己紹介からしたいと思います。今更なんですけど、私たちはお付き合いをして、今2年と半年くらいになっています。で、私のセクシュアリティはパンセクシュアルというセクシュアリティです。私は現時点でレズビアンです。LGBTQ プラス他のねたくさんセクシュアリティって分かれているので、自分って何なんだろうって思った方が少しでも当てはまって安心してもらいたいって言ってしまうと、あまりにも簡単に片付けすぎちゃうんだけど、もう当てはまったことによって安心したいというか、自分と同じような人が別にもいるんだって思いたい。型にはめるのが全てじゃないけど、でもそういったねちょっと細かい普段、知ってるようで知らないセクシュアリティのこともねプラスで紹介していけたらなと思います。ネットにね書いてある情報をもとに皆さんにお伝えしていこうかなと思います。まず LGBTQ や LGBTQIA+ といった言葉をインターネットとか SNS とかで見かける方も増えてきていると思います。で、多分主にみんなが知っているのは LGBT までかなと。そうだね。でも最近では LGBTQ っていう風に言われるようになってきてるけど、Q って何ぞやみたいな感じで思ってる人多くない？多い。で、まず最初に LGBT から、まずこれ本当にみんな知ってるぞって思うと思うんですけど、改めてね、まず LGBT の L はレズビアン、性自認が女性で恋愛対象が女性の人だから、自分が女性。 G はゲイの方になります。でゲイの方っていうのは性自認が男性で男性が恋愛対象っていう。 B バイセクシュアル、これもね結構認知度があると思うんですけど、男性女性両方とも恋愛対象として両方愛すことができる両性愛者の方のことを指します。最後に T トランスジェンダー、これ結構トランスジェンダーのことをレズビアンとかゲイとかってくくってしまう方とか、意外とボーイッシュなレズビアンの方っていう風にくくってしまう方も意外と多いかもしれないんですけれども、主に体的な性別と性自認が一致しない方のことを指します。性が一致しない方が2種類あって、で MTF の方は男性として生まれて性自認が女性、春菜愛さんとか今は名前を変えましたが、元ゲンキングさんで、その逆が FTM って言われている、生まれた時は女性として生まれたんだけど心が男性の方、男性になった方、これを全てまとめて T トランスジェンダーっていう風に言う方が多いです。4つの頭文字を取って LGBT っていう風に総称しています。最近時代の流れでどんどん、いろんなね性の多様性が出てきたりとかして当てはまらない方も増えてきた中で、さらなるセクシャリティが出てきました。それが Q クエスチョニング、I インターセックス、A アセクシュアル、それが先ほど言った LGBTQIA+ になります。
でこのプラスはここに含まれないさらにたくさんのセクシュアリティのことを全部全て総称して言うんですね。9、クエスチョニングが自分の性別がわからない、意図的に決めていない、または決まっていない方の方、全てに対してまだわからない方、先ほど説明した LGBTQ のQ の主な意味はクエスチョニングって言ったまだわからないとか当てはめてない、この中全ての中に当てはまっていない方のことを指す以外にもう一つクイアっていう言葉があるんだよね。クイアっていうのはセクシャルマイノリティの総称です。次、インターセックス、インターセックスの方って生まれつき男女両方の体的特徴を持つ人のことを指します。あと最後にもう一つ、アセクシュアル、これは前に動画でコラボしてくださった方とかでもいたりするんですけど、誰に対しても恋愛感情または性的欲求がない方、 LGBTQIA+ っていう風に表記されるようになったみたいです。本当にグラデーションみたいにたくさんのねセクシャリティがあるので、今からそちらについても紹介していきたいと思います。でここに入っている中で先ほど紹介してないもので X ジェンダーっていうものもあります、で X ジェンダーっていうのが男女どちらとも当てはまらない人や性自認が男性女性の中間で揺れ動いてる人の性自認ですということで、X って言ってても結局男性なの女性なのって聞かれるのがすごく嫌。自分は自分っていう、そう自分は自分、自分は自分っていう、だから男とか女とかにこう当てはめる概念がない。はい、で先ほど私のねセクシャリティなんですが、パンセクシャルっていうのは何ぞやっていうのをね結構聞かれたりするんですけど、そうだね、パンセクシャルっていうのが相手の性にかかわらずどんな人でも愛すことができる人っていうのでまとめると全性愛と言われます、レイは年齢にもとらわれないし性別にもとらわれないし、その人の、性格が好きだとか、顔が好みだったとか、そういうところで好きになってお付き合いするっていうことが今まで多かったんだよね。多かった。性別っていうところでは考えて交際をしてないっていうのがレイちゃんパンセクシャルになります。でそのパンセクシャルってなんで自分のことそう思うのって思う人も結構いると思うんですけど、私は過去に付き合った方の中で男性と付き合ったこともあるし女性と今お付き合いをさせていただいてて、昔に付き合った方で FTM の方とお付き合いしたりだとか、私が相手のことを好きになったことがあったので、今はパンセクシャルっていう風に自分のことを当てはめています。なんかバイセクシャルっていう方もいるしパンセクシャルっていう人もいるし、そこの違いってすごく難しいところだけど、私はパンセクシャルっていう風に言っています。もう一つワードがあってアライというワードも結構聞き方が多いかなと思います。アライってなんぞやと思う方が多いと思うんですけど、アライとは自分の性自認や性的指向にかかわらずセクシャルマイノリティに対してフレンドリーな人、差別しない人。ここからは、プラスで先ほど紹介してこなかったノンセクシュアル、これは性的欲求を抱かず恋愛感情を抱くセクシャリティを指します。つまり分かりやすく言うと、私はゆうちゃんのことが好き、だけどゆうちゃんとセックスをしたくない。ノンセクシャルの中でもキスは OK とか、ハグは大丈夫とか、もう人によって相手と話し合って行為が交際の上で必要な場合する方もいる。ここからはプラスでね、あまり聞かないちょっと珍しいセクシャリティについて話していきたいと思います。これはレズビアンだから当てはまるとか、普通にストレートの方でも、レズビアンの方でも、もうそういった LGBT にとらわれず全ての方に当てはまりやすいセクシャリティって言ったら分かりやすいかなと思うんですけど、恋愛に対しての細かいセクシャリティっていうのかな。例えば私たちのチャンネルでたまに出てくれるトシのセクシャリティで言うとデミロマンティック。デミロマンティックっていうのが何かっていうと、恋愛感情をめったに抱かないけど強い感情的な絆や信頼関係が築かれている関係の人に対して稀に恋愛感情を抱くセクシャリティ、要は相手のことをよく知っていて信頼関係ができていたら恋愛感情を抱くことがあるセクシャリティのことを言う。
はい。で、あとデミセクシュアルっていうのが他人に対して基本的に性的欲求を抱くことがありません。だけど強い愛情や深い友情を持った相手に対してごく一部の場合に性的欲求を抱くことがあるセクシャリティ。だからつまりデミロマンティックは恋愛感情、デミセクシュアルは性的欲求。私たちのチャンネルに出てくれたスイスイのセクシャリティでポリアモリー、複数の相手に恋愛感情を抱くというセクシャリティ、これを浮気っていう方もいたりするんですけど、いるね。そういったものではなくて、不倫や浮気は関係者の合意に基づいていない。要は誰にも言わずにこっそりしているものが浮気とか不倫だけれども、ポリアモリーとの違いは恋愛関係、婚姻関係にあるもの同士全てがその関係を了承しているかどうかが決め手らしい。はい、私最近長いカタカナ見かけるんです。はい、何でしょうか。オープンリレーションシップというものを最近見かけました。何か聞いてます、私に。先生は知ってますか？知ってます、知ってます。オープンリレーションシップっていうのは何かっていうと、1対1の関係ではない方、私とゆうちゃんが女性同士でこうやってお付き合いをしていて、パートナーシップを組むことを前提にお付き合いをしていて、ここで付き合うってことを認めてるんだけど、でこことこう深い関係を築きたいんだけど、そうじゃない人とも恋愛することを認めてる状態のことってこと。レイヤンと、ごめんね、おっぱい触った。レイヤンと、ちょっとやめて。レイと私が交際してパートナーシップを組もうと思っているが、1軍2軍3軍みたいなのを私が作る。そういうこと。それを認めてるというか表に出してる。ゆうちゃんには私の他に何人か恋人がいるけど、それを公にオープンにしながら付き合っていく、それを全て了承してる状態のことの付き合い方をオープンリレーションシップっていう風に言う。ただゆうは本命がここみたいなもんなのかなと思ってる、私は。これは合意っていうところが結構キーですね。合意上の浮気や。そうだね、わかりやすく言うと。はい、先生。はい、どうぞゆうちゃん。私が知らない単語を最近発見しました。何でしょうか。アロマンティック、これって何ですか？アセクシャルと間違われやすいんですけど、他人に恋愛感情を感じない、また恋愛する思考を持たないセクシャリティのことを言う。で、恋愛思考と性的思考は違う。恋愛感情と性欲を分けてるって言ったら分かりやすいのかな。また別物だから、恋愛感情は抱かないけど性的欲求はまた別物だから、アロマンティックだからあなたは性欲を抱かないでしょとか、恋愛しないからあなたは性欲ないんでしょとかっていうのは決めつけるものではなくて、また別物だから別に恋愛感情がなくても性欲はあったりはするの。そこでアセクシャルとの違いが出てきて、アセクシャルっていうのは恋愛感情も性欲も両方湧かないから、そうだよね。だからそこが違いになるのかなっていう。納得しました。今回はねこのくらいちょっとね、そんなに数は多くないんですけど、セクシャリティの紹介についてしてみました。私たちがやってるレズビアン対談っていう第三者を入れて話す動画があるんですけど、生い立ちとかセクシャリティについて聞くんだよね。で自分が、このセクシャリティかもしれないっていう近い方がいたらぜひその動画を見て知ってもらえればなって思います。セクシャリティって当てはめなくてもいいし、当てはめることを嫌がる方ももちろんいる。ですけど、一個の知識として普段聞いたことないけどこんなものあったんだとか、こういう意味だったんだっていうのを、知らない方に知っていただけたらいいなと思って、今回のプライドウィークおうちで過ごそう、おうちでプライドということで、今回は知識動画をみんなに知っていただきたくて動画にしました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録お願いします。 Twitter と Instagram は下の概要欄にあります。今回話したレズビアン対談のURL も下の概要欄にあります。ぜひチェックしてください。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。ハッピープライド。ハッピープライ。動画の最後に私たちの去年のハッピープライドの写真とかが貼ってあるのでぜひ見てね。バイバーイ。